海水魚飼育初心者おすすめハゼトップ3。こんにちは、ハゼ水槽池です。今回は初心者におすすめするハゼを3種類選びました。ハゼといえばもともと病気には強く初心者にはおすすめなのですが、その中でも特におすすめしたい種類を選びました。これから海水魚を始めたい方、ぜひ参考にしてください。まだまだ海水魚飼育は5年ほどの私ですが、開始当初からハゼだけを飼育してきた私の経験を生かして解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。まずはヒレナガネジリンボウ、いわゆる共生ハゼの一種です。共生ハゼとは巣を作る鉄砲エビの種類と巣を見守る一部のハゼが一緒に共生する関係。実は私自身が海水魚飼育を始めるきっかけの一つでもある思い入れのある一種。鉄砲エビが大きな石を器用に持ち上げ、砂をブルドーザーのように押し出して巣を作っていく過程、またそれを見守るハゼの姿には当時から今でもずっと見てられます。今回初心者おすすめということもあって、まずは1匹じっくり飼育してみるという点でも共生ハゼの種類は1匹で十分に楽しめる種類だと思います。その中でもこのヒレナガネジリンボウは丈夫で病気にも強く、餌も何でもよく食べてくれるし、他に強い種類がいなければ前面まで餌も食べに来てくれます。そして何といってもこの体の色可愛いですよね。黄色い顔に白黒のしましま柄、ピーンとした背びれ、小型の種類なので小型の鉄砲エビで紅白、ランドールピストルシュリンプを合わせると色合いもサイズもいいコンビとして水槽で共生してくれます。また最初の頃海水魚探すのってショップもわからず探すのが難しいのですが、ヒレナガネジリンボウは結構流通が多くて比較的探すのは簡単な方、値段も安い方なので挑戦はしやすいですね。同じ共生ハゼの銀河ハゼやうちにいる日輪ダテハゼみたいなダテハゼ系ももちろん丈夫で可愛いのでおすすめですが、ハゼは数年単位で長生きするので先を考えると、慣れてきた後半、銀河ハゼなどこの種はちょっと大型化して水槽でボス化して暴れる可能性があります。海水魚飼育少し進むと間違いなくいろいろな魚を飼育したくなるのですが、水槽でボスのようになる強い魚がいると次が少し選びづらくなるので、今回はヒレナガネジリンボウにしました。私も大好きなヤシャハゼもいいと思いますが、少し高価なので流通も少ないので探すのにも苦労するかもしれません。ハタタテハゼ、いわゆる遊泳性ハゼとしていずれは水槽を優雅に泳いでくれるでしょう。海水魚初心者としていろいろ検索すると必ず出てくる一種です。まず海水魚の魅力にはまるには十分すぎるほどの美しさ。海水魚ってこんなに美しいんだと思わせる一匹だと思います。一般的にハタタテハゼの初心者へのおすすめなポイントとしては、こんなに綺麗なのに丈夫であり、流通もよく探しやすいし、料金も安く入手できるので手が出しやすいというところです。ただ私がハタタテハゼを今回おすすめする理由は、実は意外とハタタテハゼ飼育は難しい面があって、それを乗り越えるために海水魚飼育の経験値を上げてくれる、一緒に成長していけるというところです。まずハタタテハゼといえば飛び出し注意なんです。私も幾度と経験したハタタテハゼの飛び出し、これを防ぐために蓋をしっかりしないといけなくて、餌の後も忘れずに蓋をして隙間もしっかり埋める、こんな海水魚飼育の基本をしっかりしないと驚くほど小さい隙間からハタタテハゼは飛び出します。もう一つは最初の餌やりの難しさ。ハタタテハゼもう一つ有名なのがその臆病さ。人気に慣れていない個体は慣れない環境の中で少しの物音、光の変化ですぐに隠れてしまい、なかなか出てきません。1週間ほど出てこないこともよくよくあります。心配になって覗くと怖がってより出てこなくなることもあります。そうするとなかなか餌も食べてくれず、場合によってはそのままダメにしてしまうこともあります。ただ少しずつ慣れさせればちゃんと餌を食べ始め、数ヶ月後には水槽でしっかりと綺麗な姿で泳いでくれます。この慣れるまでの
水槽と生活環境の距離感。意外とこういうものをとって海水魚って感じるんだなとか、最初ってどうしても観察しようと顔を近づけると、やっぱり魚からしたら怖がるんだねとか、徐々に体感できてきます。臆病な旗立てハゼだからこそ、この距離感は体感しやすいので、最初は苦労しますが、海水魚飼育者として成長していくにはぴったりの一種だと思います。それでも安心いただきたいのは、多少出てこなくても旗立てハゼはやっぱり強いので、多少の失敗も一緒に乗り越えてくれます。最初伝えた飛び出しも音で気づいて拾って水槽に戻すと、意外と何もなかったかのように泳ぎ出します。それぐらい強い子なんです。最後はヒレフリ三角ハゼ。2つは言ってみれば当たり前の種類でしたので、ちょっとだけ変化球。少しショップで探しづらいかもしれませんが、その行動が面白くておすすめな種類。ベントス性といって基本的には水槽の底で泳ぐというか、歩くようにぴょんぴょん移動する種類のハゼ。特徴は何といってもその行動で、名前の通りヒレを振ります。背びれをピコッと動かしては移動、動かしては移動の繰り返しで、本当に面白くて可愛いです。飼育の最初の子はじっくり鑑賞したいですから、こういう可愛い顔をして面白い行動のある種類は観察しがいがあります。そしてうちの水槽でも長く丈夫に生きてくれているので、餌も比較的何でも食べてくれます。さすがに水面までは取りに行かないのですが、落ちてきた餌を積極的に食べに行ってくれるので、飼育自体には苦労しないでしょう。他の魚への威嚇もなくて、上手に生きている平和主義者的な印象ですので、慣れてきて次に何か他の魚を入れる時にも絶対に邪魔にならない種です。主役にもなれるし、脇役にも十分な一匹です。今海水魚飼育をされていて、次の一匹に迷っている方にもおすすめで、例えば優雅に泳ぐ魚がすでにいたとして、そこにこういう面白い魚が一匹いると、常に水槽中を移動してたまに近づいてきてくれてヒレを振ってくれるので、地味に見えてすごく印象に残ります。本当に可愛い一匹です。どうでしたか？海水魚飼育初心者の方におすすめのハゼ3選。ハゼ自体ほとんどの種類が丈夫なので、基本的には初心者の方にはおすすめなのですが、その中でも海水魚飼育の魅力にはまるために、魅力ある種類、一緒に成長していける、将来的に増えていく魚の邪魔にならないのをポイントに選んでみました。海水魚飼育ってちょっと手を出しづらいイメージですよね。犬や猫とも一緒で、大事な生き物を飼うっていう大前提のもと、設備用意して最低限の知識もつけないといけません。それでも海水魚飼育の魅力ってものすごいので、飼育してみようかなと思ってくれた方は少しでも応援したいし、個人的には海水魚飼育者はもっと増えてほしいです。ハゼは海水魚飼育のスタートにはぴったりなので、他の動画も参考にハゼをきっかけに海水魚飼育を始めてほしいです。それではまたね。